梅雨の真っ只中、仕事帰りになんかお腹が減ったなと思いまして、でちょうど麻布十番にいたもので、どっかお店あるやろうと思って十番をふらふらとラーメン屋さんを探して歩いておりましたらですね、ちょうど美味しそうなラーメン屋さんがありまして入ってみました。はい、店内そんなに大きくないですが、今日は単純に豚骨ラーメンを食べるだけです。はい、そういうことでございます。店内そんなに大きくないですけど、なんか本格博多ラーメンですね。高菜とからし高菜と生姜とこれ何やったっけな、なんか辛い味噌みたいなやつやったっけな。ちょっとメニュー見てみます。もうこれ確かもう注文はした後やったかな。ラーメンと半チャーハン黄金のセットを注文しました。はい、ワンタン麺とかね、豚骨スープのみもあるのかな。はい、お酒とかおつまみも割と充実して、来ましたよ。ご覧ください。ザ・博多ラーメンという豚骨のね、細麺豚骨、そしてこのチャーハンもこの卵の色がいい感じに出て、もうこの見た目だけでも大正解ですよね。さあ一口スープをいってみましょう。やったと、うまいと、そしてやっぱりね、豚骨ラーメンなんでこの紅生姜ね、真っ赤っかの紅生姜を入れまして、でこれがからし高菜ですね、これ入れてと、でごまですね、ごまかけてっていう、もうごまはもう何ぼ吸ってもいいですからね。これはね、もう永遠に回したくなるところをちょっとこの、ある程度でね抑えながら、このチャーシューの感じもいいんですよね。厚切りの分厚いチャーシューもいいんですけど、このいい頃合いのね薄切りのチャーシューも美味しいんですよ。麺がね、やっぱ細麺が好きなんですよね、私はね。でこのスープが本当にザ豚骨のスープって感じなんですけど、見た目よりもね案外すっきりしておりまして、すごく食べやすい。後ろに女性の方お二人いらっしゃいますけど、女性の方も好きなのがすごい分かりますね。このチャーハンもね美味しかったですね。本当に気をてらわない王道のチャーハン。すごい後ろの女性の方、壁に有名人のサインが貼ってますんで、それをすごく写真に撮ってますけどもね。なんかね、芸人さんとかもね、ミュージシャンの方もいろいろ来てはりましたよ。いや、とにかくうまいんですよね。本当にシンプルな、なんやろ、こういわゆる万人受けする博多ラーメンでも案外それが一番難しいんかも分かんないですよね。10人いて10人が好きというお味です。間違いのない味。だから割とねすっきりしてるんで、最後まで全然いけるんですよね。正直おじさんにはこのラーメンとそして半チャーハン、もしかしたら頼みすぎかな、食べきれへんかなっていうのは若干思ったりもしたんですけど、全然大丈夫でしたね。後ろで A ちゃんが微笑んでおります。な、うまいだろ、
そんな風に A ちゃんが私に語りかけているかのようです。見てるとまた食べたくなってくるんだよ。この麻布十番にあるんですけど、麻布十番の交差点からメインの交差点、あれなんなんやろ、一の橋、麻布十番っていう交差点があったっけな。駅のねところから徒歩2分ぐらいですね、すぐのとこにありますけどね。またこの半チャーハンの量が絶妙の量ですよね。これやっぱりチャーハン丸々やとさすがに食べきれないんですけど、半チャーハンでも結構ね、良心的なんですけど、多い半チャーハンやけど結構多いなみたいなとこあるんですけど、僕はねこのぐらいのね、ほんまに半チャーハン、ほんまに半分やなっていう、そのぐらいがねちょうどいいんですよね。この左手はどういう状態なんでしょうね。なんで人差し指だけ若干立てているんでしょうか。今ねこれ見ても皆さん分かると思うんですが、僕は親指がすごく反り返るタイプです。親指がすごく反り返る人、性欲強いって言われたことあるんですけど、それはほんまかどうか分からないですけど、僕は性欲強いです。この日ね、平日の何時、9時ぐらいやったんかな。だからちょっとねお客さんは空いてますけどね、多分夕食の時間帯とか来たらすごい混んでるんやと思いますけどね。10番で飲んだりとかして帰りにラーメンみたいなのもすごいいいんじゃないかなと思います。豚骨やけど少しすっきりしてますんで、飲んだ後にもぴったりかなと思います。見てますね、上見て、サイン見てますね。これ僕のこの上のとこにもね有名人のサインがあるんですよ。高俊の高のサインとかあったっけな。なんか割と芸人とミュージシャンの方多かったですね。これサインね、ここはどうやったかな。言ってもサインだけ見ても誰のサインかわからないじゃないですか。でもお店の人がね下に誰々さんってこう名前とか書いてくれてるんですけど、たまに書いてくれてないとこあるんでね、誰なんやろうみたいなことになるんですけどね。それでいくとやっぱりサインだけ見ても誰のサインか分かるようにした方がほんまはええんやろうなと思うんですけどね。なんかそれもね、俺やでってすごい言ってるみたいな感じがして恥ずかしいんで、結局僕のサインもサインだけ見ても誰のサインか分からないんですけどね。腹減ってきたな。割とここのチャーハンね、卵の量が多めなんかな。半チャーハンなんやけど卵は普通のチャーハンの量を使ってるからとかなんかな。割とね卵の分量が多くてね、すごい嬉しかったですね。横にお客さん来ましたね。これね、ラーメンをこうすするときに
適量の麺の数ね、適量を掴んだつもりでも麺が下の方で絡まってて、思ってるよりたくさん麺来るときあるんですよね。でもう引っ張り上げてもうたからいっちゃおうかみたいな。今多分ね、横の人がした注文が聞こえて、この人はこれを注文したんかみたいな。なんて言わはったんやったっけな。そう、ほんでね、横の人がね、トイレどこですかって言って、ご案内しますって言って今出て行ったんですよ。外なんやみたいな。ここのお店、トイレは外です。外のどこにあるのかちょっとわからないですけど、そうだからその麺が、こんな風にね、結構今まさにそうなんですけど、思ってるよりいっぱい引き上がってきてしまった。でこれを微調整しだしたらもう割とキリないんですよね。かといってもう絡まってきたけど、行ってまえってことでずるずるっといくと、もうやっぱ思ってる以上に口の中麺でいっぱいになっちゃうみたいなね。麺ばっかりになるとやっぱりその口の中のスープの量が足りなくなると、麺とスープの割合が麺が多くなってしまって、麺ばっか食ってるみたいな感じになるじゃないですか。だからできればやっぱり適量を箸で掴んでズルズルっていって、その時にスープも一緒に絡まって入ってきて、麺とスープ55とは55は難しいですけど、73ぐらい、64もしくは73ぐらいの麺7スープ3ぐらいの割合でいけたら、すごく口の中が美味しくなるんですけどね。なかなか毎回そういう割合ではいかないですよね。半チャーハンとラーメンとか頼むときって皆さんどうされてるんですかね。僕はやっぱりラーメンとチャーハンと同じぐらいのタイミングで食べ終えたいっていう感じですね。だから今結構チャーハン先バーッと食べる人とか、ラーメン先バーッと食べる人とかいますけどね、僕は極力同じぐらいのタイミングで終わらせたいところなので、今チャーハンを落としまして、ズボンの上に落ちたのを食べました。チャーハンを終了いたしました。きれいに食べました。ということはラーメンももうあと少しっていうことです。私の食べ方でいきますと。ほんでやっぱりこのチャーハンとラーメンどっちを最後にするか後にするかっていうと、やっぱりラーメンは汁物ですのでね、ラーメンを最後にして最後に汁を飲んで終わるっていう、そういう構成がいいんではないかなと。また左手あんな感じになってますよ。なんなんですかねあれ。親指反らして左フレミングの法則みたいになってんな。ラーメン食うとき俺左手フレミングの法則になるのか。ラーメン食べるとき左手フレミングの法則になるっていうのは何の法則なんですかね。ここのスープもね、先ほどから言ってますように思ったよりもすっきりしてるんで、もうなんなら全部飲めます。僕は全部飲めました。このね、なんとなく麻布十番ってそんなに知ってる街ではないんですけど、そんなに知ってるわけ、水をすごく飲んで、美味しかったです。フラッと入ったラーメン屋さん、すごく美味しかった。満足度が高いです。嬉しいサプライズ、ごちそうさまでした。